はあ、健介様は一体何を聞いておられたのです。先ほど美月様よりの使い番が来て、坂本によると言っていたではありませんか。坂本城は琵琶湖南湖の西側に位置する洛内を望むにはちょうどいい場所に建てられたお城ですよ、お頭。そこそこの広さもありますし、上洛前に最後の準備をするにはいい場所ですよ。東山道を北上した後、琵琶湖をぐるっと回って大原口から攻める中入り組としっかりと足並みを揃える必要がありますからね。これだけの規模の軍隊を手足を動かすように指揮するのは至難の業。しかも別動隊と足並みを揃えなくてはならないというのですから、腕の見せ所ですわね。でも健介隊、みんなからだいぶ遅れてるの。どうした主様。さては世に見とれておるのだな。この季節特有の暑くもあり涼しくもある、そんな気だるい朝のひとときにちょっとしとねとの別れを惜しんでおっただけではないか。やれやれ、久保ともあろうお方が朝寝坊などと困ったものですな。あなたも遅れてきたでしょうに。もうこの二人はなの。健介にとって大切な戦になるんだから、朝寝坊はめえんなの。すまぬ。以後気をつけよう。右に同じで。とまあ、健介隊が遅れている現状も理解できたことですし、そろそろ進軍速度を上げましょう。坂本城では最後の軍議になるでしょうね。いよいよといったところです。腕が鳴りますわね。ヤタガラス隊のお二人もしっかり光明を稼ぐのですよ。はーいって言ってもスズメたちは後ろから鉄砲を撃つぐらいだもんね。援護射撃を任せろ、パッパーン。やれやれ、相変わらず緊張感の欠けるお二人ですわ。それはそうですけれど。何がゲータ、ガモチョロギ。うっさいですわね、このチンクシャ。本陣先手にいるあなたがなぜこんな後ろまで来ているんですの？健介に会いに来たからに決まってんだろ。お前頭大丈夫か？頭にきましたわ。チンクさん、そこに直りなさい。そっくび叩き落として差し上げます。放狂人のくせに野蛮人だな、おい。あなたに言われたくはありませんわ。バッカおめえ、俺は野蛮じゃねえ、粗暴なだけだっつーの。おい健介、てめえ何笑ってんだ？そんな兄、私は。仕方ありませんわね。ここはハニーのお顔に免じて矛を引いて差し上げますわ。別に、なんとなくだ。おい、なんだよ、
そうだな。しばらくは母の菩提でも弔いてえとは思ってんよ。だけどまあ、森一家の奴らと来たら暴れ者揃いだかんな。おとなしくできねえだろうし、どっかに攻め入るのもありかもな。へへ、それでこそ森一家じゃねえか。で、健介、お前はどうすんだよ。終わったら？いいな、それ。よし、ならそん時は俺もついていきやんよ。旅は道連れってな、いいんじゃねえの？ああ、任せとけや。御意。では、健介隊、行軍速度を上げます。皆さん、駆け足。想像以上に遅れていたというより、先手と本陣が想像以上に速度を上げていましたね。みんな気が流行っているんでしょうか。長尾衆はともかく、織田衆、健介隊含め鬼にはコテンパンにやられていますからね。そろそろこちらの番だと考えているのも当然ですわ。いや、まだ三若が来ておらん。うちもザクロがまだよ。あいつ、何してんだか。そういうわけにもいかないわよ。ここはもう最前線なんだから。すみません、さっさ若菜、遅れました。ワンコ到着。おまたさ遅いぞ三若。貴様ら何をしておった？すんません、ホロ衆を集めて夜の警備の打ち合わせをしてたんですよ。ザクロモンス。というわけで長尾衆七手組と織田のホロ衆で夜景態勢を整えておいたっす。あら、そうなの？たまには偉いわね、ザクロ。へへ本大将、もっと褒めるっす。偉い偉い。貴様らもなかなか気がつくようになったな。もっと褒めていいんですよ、美月様。褒めて金一封を所望するの。調子に乗るな。ひどいですよ、美月様。結局こうなる。目がチカチカする。まったく、ちょっと褒めたらすぐに増長しよってからに。俺、さっさと席につけ。はーい。
麦穂、まずは物資について説明せい。御意。兵糧、玉薬などについては現在美濃より坂本町、観音寺町に分けて輸送しております。京攻めを行う物資は美濃、観音寺、坂本の3カ所へ集積する形となります。道中の安全は？南近江の黒人衆のほか、松永州、大和の黒人筒井などが協力してくれております。飯も茶も鉄砲弾薬も私に任せておけ。麦穂、経路を示せ。御意。ではこれより主攻の作成についてご説明申し上げる。我ら連合軍主攻は坂本城を最前線の拠点、観音寺城を後方の拠点とし、五条大橋を通って洛中に立った後、まずは金利を包囲しているであろう鬼どもを追い払い、賢きところを救い申し上げることとなります。先手組の速度が重要になるわね。ザクロ、待つわ。頼むわよ。アイス了解。金利の解放は先手組に任せる。頼むぞミク。私を誰だと思ってるのよ。任せときなさい。次に本体である我ら織田衆についてですが、織田衆は長尾衆が解放した金利の守備固めと洛中に救う鬼どもの掃討を行います。本陣先手の森一家は金利守護より離れ、独自に洛中の鬼どもを掃討してください。相当って、要は鬼を皆殺しにすりゃいいのか？ええ。一騎当選の森一家であれば目立った働きをお願いできるでしょうからね。よくわかってんじゃねえか、麦穂姉ちゃん。わかったぜ。鬼ども皆殺し命令受けてやんよ。頼みます。ただし、なんだよ、なんかあんのか？洛中掃討については必ず兵を集中して運用しなさい。決して分散させてはいけませんよ。はあ？どういうこったよ。洛中は朱雀王子を中心に5番目状に広がる町。砲撃、背後に回り込むなどの動きがたやすくできるということでもあります。分散しては鬼の思うツボになるでしょう。だから必ず森一家は一塊となって行動してください。それに本体との連絡も密に取るように。いいわね、小夜叉。わーったよ。俺のこと心配してくれてんだろ。なら聞いてやんよ。ありがとう。長尾衆は金利を解放した後、森一家と連携しつつ洛中の鬼の掃討を、またクオン様率いる本陣には庭衆が警護につきます。三月様率いる柴田衆と三若衆は二条館の確保をお願いします。了解。けど麦穂様、どうして虹尾館を確保するんです？小屋舎の手伝いをした方が良くないですか？いやいやいや、ホロシオの二人がそれを言っちゃまずいでしょう。なんだよ、ひなはなんでか分かってんのかよ。ひなちゃん一人ずるい。ワンコわかんないよ。簡単簡単。鬼にこもられたら面倒だからだよ。はあ？なんだよ、それだけかよ。アホ、籠城されれば攻略するのにどれほどの時間がかかると思っておる。それぐらい分かってましたもんね。なあワンコ、ちょっと分かんないふりしてみただけだよな。若菜ってほんとヘタレだよね。誰がヘタレだよ。まあそんな感じで金利を解放した後はすぐに二条館を接収して、そこを拠点に洛中の鬼を掃討するってのが理にかなってると思うよ。なるほど。ワンコ頑張るワン。こんなバカどもを連れて戦わんとならんのか。若手に経験を積ます良い機会です。よろしくお願いしますね、美月様。まあやるがな。
松永衆は庭衆と共に本陣警護をお願いします。私一人解き放てば何をするか分かったものではないということか？いいや、好き者である貴様が今日の都でそのような無粋な真似はしないと信じておるさ。言うわ。だがまあその期待には応えよう。励め。おう。お姉様、後備えである我ら幸福衆はいかがいたしましょうか？一たちも金利警護？浅井衆は健介隊と共に行動してやってくれ。下地はすべて健介に任せる。いいな、健介。相変わらずね、あんたは。さらっと難しいことを言うものね。さあね。長者の風というやつだろう。そこが健介を健介たらしめているのだ。それでよい。わかってるわよ、それぐらい。それより健介隊は何を担当するのかしら？健介隊にはこの戦いの元凶ルイス・エーリカ・フロイスの探索と成敗を任せます。なるほどね。まあ妥当か。しばしお待ちください。健介さんの身はこの戦の鍵を握る重要なお体だ。ならば本陣にて健介さんをお守りするのが上策ではないのでしょうか。確かにそれはそうなのだがな。アキコ、健介の性格を考えればわかるでしょ？あんたが言うの？それを。初めはおとなしくしているだろうが、戦況によっては独断で動く可能性が高い。性格上な。何よその全力でわかりませんって言ってるような宣言は。こういうことだ、アキコよ。なるほど。はい、今までの行動が事実を伝えておりますから。どのお口がそのようなことを言うのでしょう。アキコさんのおっしゃる通り、今までの行動の積み重ねが皆にそう言わせるのですよ、健介様。よしよしですよ、お頭。それでクオン様、我ら健介隊はエーリカさんの探索だけをすればよいのですか？いや、洛中の鬼の総統をも任せたいと思っている。健介隊の鉄砲はやはり力だからな。御意でございますわ。蒲生衆とヤタガラス隊の総力を挙げて鬼どもを蜂の巣にしてご覧に入れます。頼もしい限りだ。よいな、健介。どうかしたのか？そうだ。ただしどのような危険があるともわからん。まずいと思ったらすぐに引け。危なかったら引くんだぞ。絶対だぞ。約束だからな。シノ、しずく、手綱を頼むぞ。御意。お任せを。念には念だ。鉄砲玉のような夫を持つ妻の気苦労ぐらい察しろ。では
下知は以上。出陣は明朝とする。ともどもの働きに期待する。健介様。落ち込んでおられますね。やれやれ、主様は少し勘違いしておるの。いやいや、全くですな。たらしのくせにこれほどまでに女心に疎いとはクズですな。なんとそれがしほど誠実に生きている可憐で清楚でなでしこのような女はいませんのに。ゆうさんの後ろでしれって音が祭り林のように鳴り響いていそうな発言ですね。まあユウさんのザレ言は置いておくとして、でも言ってることはあながちずれてませんよ、お頭。あれだけ念を押してもなお心配である。恋する乙女とはそれほど臆病になるものなのです。しのさんのおっしゃる通りですよ、健介様。だそうです。あやなはよくわかんないですけど。いいのですわ。と納得されたところで、健介隊の皆からもクオン様と同じ要望がございますわよ。絶対にケンスケ一人で暴走しないことなの。健介隊の皆、健介様を大切と思い極め、この命を懸けてあなたに尽くしているのです。だから健介様、我らを信じてください。御身こそ我らが司法なのですから。そうですよ。お頭の力は私たちなんですから。一人で何でもかんでもやるんじゃなくて、みんなでエイリカさんを止めましょう。礼はまだ早いぞ、主様。ふむ、すべてが終わり、都で風雅を楽しみながら、毎夜毎晩皆で交代に主様のしとねを温めて、そこで寝物語として耳元でささやくことこそ妻たちへの最上の礼であるぞ。毎晩ですか？体力が持つかしら。かよさん、心配するところはそこですか？まあ、毎晩といっても、これほど性質や側室、相性がいるのですから、順番が回ってくるのは月に一度程度でしょうが。なくはないですけど、カヨも案外スケベなのです。こら、あやなでも健介様、鬼どもやっつけて早くみんなでのんびりしたいです。皆々の衆、都より鬼を駆逐する。長尾衆、出陣するわよ。あ、スケベさんす。
おはようスケベ。おはようございます、健介さん。スケベさん、ザクロたちには挨拶なしっすか？スケベ釣れない。へえ、ちゃんと覚えてるじゃないっすか。覚えてる。スケベだ、スケベさんっす。スケベド、スケベ。おかしい。あはは、似たようなもんじゃないっすか。お見送りありがとうございます。越後の竜の総画として我らの名を天下に響かせてご覧に入れましょう。お任せを、健介さん。けど鬼相手だとなかなか厳しい。そうっすね。アキコさんまで回らないようにザクロたちがしっかりしないとっす。アキコが本気を出したらガクガクプルプル。なんでもありませんわ、健介さん。こら二人ともいい加減なこと言っちゃダメよ。任せです。やる。お任せあれ。では健介さん。夫が見送りに来てくれるなんて、私もまだ妻だって思っていていいのかしら？嘘よ。お互いに忙しいんだから仕方ないわ。信じていいの？それぐらい理解はあるから安心しなさい。何せ私の旦那様は天下御免の人たらしなんだから。どうやって？だってあんたは人を垂らしてなんぼの男じゃない。多くの人を垂らせない男に惚れるほど私は安くないつもりよ。何よ。ねえ、一つだけお願いしてもいいかしら。ならなんでもないわ。もう叶ったから。じゃあ行ってくるわね。そちらも無事でね。約束よ。その言葉を信じて安心しとく。行ってきます。
ちは皆いつでも出陣できる状態で馬出しに整列し中盤を待っています。きっともうちょっとしたらカズハ様が健介隊を連れてきてくれますよ。はい、みんな準備万端です。あら、健介殿、お見送りですか？そんな暇があるのか？貴様も出陣の準備があるだろうに。健介隊のことは私たちにお任せです。ヒヨもずいぶん武士らしくなったわね。これも小僧との出会いのおかげであろう。なんだかこそばゆいですよ、美月様、麦穂様。一人前になったと褒めておるのだ。もっと堂々としておればよい。織田の双璧柴田様と丹羽様に認められて仲間の私も鼻が高いよ。よかったね、ひよ。お頭とコロちゃん、それにみんなのおかげだよ。その気持ちを忘れず健介を守ってやれ。小僧、ここ最近畳の上の仕事ばかりで忘れたと見える。この私の二つ名をな。かかれ柴田の言葉通り、きっと美月様は大活躍されますよ。三バカの相手ばかりで腕が鈍っておるからな。肩慣らしに鬼どもをぶちのめして戦の勘を取り戻してやるわ。ちょっと、それどういうことですか、美月様。ワンコたちをバカ扱いってひどいです。若菜ワンコと一緒にされた。事実を言ったまでだ。騒ぐな。麦穂様、美月様がいじめます。ひどいですよね。健介様だってそう思うでしょ。まあ致し方なし。健介いいこと言うじゃん。よーし、ワンコ頑張るワン。健介様、ちゃんと見ててくださいね。このチョロさ、この二人は相変わらずだね。天下布武を目指す織田の宿老が軟弱ではな。貴様も励めよ、健介。ですが、クオン様のお言葉をお忘れなきように。まあ、貴様なら大丈夫であろうと安心はしておるよ。ひょうひょうとしておるが、常に身近なものと自分に危機が及ばないようしっかりと距離を取り見極めている。それが小僧であると私は思っておるからな。最大限に褒めているさ。では健介殿。じゃあまた後でな、健介。行ってきまーす。健介くんも気をつけてね。おお、人たらし自らお見送りとは、さすがたらしと言われるだけあって気遣いに長けておるな。いやいや、下につく者として上の者に見送られるとは誇らしいこと。自然にやってのけておるのならば、
末恐ろしい器量だ。霧の門も持っておるが、さすがに公方の前で使うような無礼はせんよ。となれば、都で使うならば、この旗が一番であろうさ。さて、我が性質は反骨であるからな。織田殿が使えるに足るものならばおとなしくもしていようが、少しでも隙を見せれば喉笛を噛みちぎろうと思っておるよ。たらし殿も器量を磨いておくがよい。でなければ織田殿と同じようにその細首ねじ切ってくれようぞ。妻と同じことを言いやる。一言一句たがわずな。だがまあ、そういう距離感も心地よいものだ。ではたらし殿よ、武運を。今は武功よりも好きに興じる時間が欲しいところだ。紅白のみんな、たけってる？たぎってる？よろしい。じゃあ鬼に占領された今日の都に向けていざ出陣！これはお兄様。東北州、皆、都奪還に向けてたけりたぎっておりますよ。とは言っても端材は健介隊と一緒だから先方じゃないんだけどね。金ヶ崎の軒口の件もありますからね。大丈夫。僕らに油断はありませんよ。だから、兄様、ご武運を。それじゃあいつたちは行くね。お兄ちゃん、また後で。主様。何一人で黄昏れてんだよ。おめえもいい面構えになってきたじゃねえか。そっか。なら母も地獄でうまい酒飲んでんだろ。健介、先に行くぜ。おう。さて、ヨラも出陣するかの？主様、そして、ああ、これより芝居の幕を下ろす。旦那様も行ってしまわれました。くそ、寂しいです。双葉様、そんな風に言っていられるのも今のうちだけですよ。今のうちだけなのですか？ええ、奥を取り仕切っている私たちは戦に出た夫が帰ってきた時にその疲れを癒す場所を作っておくのが仕事。
この坂本城のお台所とお財布をしっかり管理して、夫が戦に集中できるようにしないと。そうですね。私たちは戦場には立てませんけれど。私たちにとっての戦場とはこの坂本城のこと。そして敵は浪費と怠慢。まずはお掃除、そして備蓄の確認と質素倹約の率先。敵は兄弟ですよ、双葉様。よろしくお願いしますね、ゆいなさん。ええ。健介、クオン、みんな、武運を祈るわ。